こんにちは、斉藤直樹です。皆さん、注意です。今回はですね、イラストの見栄えをガクッと落としてしまう落とし穴。それやっちゃう？イラストでついついやっちゃう失敗例まとめて8選紹介していきたいと思います。これやっちゃうと、あなたのイラストの魅力を一気に下げちゃう。そしてその改善方法を一気に8個抑えることで、ついついね、無意識にやっちゃう失敗例を避けて、あなたのイラストのパワーをぐぐっと引き上げることができると思います。ポイントが今日は多いですからね、振り落とされずに最後までついてきてくださいよ。それでは早速行ってみましょう。構図がかゆい。まず最初に紹介するポイントなんですが、ここね、めちゃくちゃ注意です。何かというと、この失敗例。実はね、やっちゃってる人めちゃくちゃ多いんですよ。しかもですね、これやっちゃうと、理屈がわからなくてもね、素人目から見ても、ちょっとね、微妙さがわかっちゃうぐらい、絵の魅力をガクッと下げてしまう要素なんですね。はい。この絵を見てください。いやもう僕ね、この絵を見るだけで、うわー、かゆい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 ってなっちゃうくらい、なんかね、全身がこう、むずがゆくなってしまうんですよ。はい。なんでだか皆さんわかりますか？おそらくですね、皆さんも理由はわからないんだけど、なんか気持ち悪いなって思った人が多いのではないでしょうか。その原因は、ここです。これですね、画面の端を線で擦る行為。これはですね、基本的に、NG です。はい。皆さんどうですか？画面いっぱいに絵を描こう。でも描いた絵は全部画面に入れたいって意識すると、ついついね、これやっちゃいがちじゃないですか？自分の絵を思い返してみてね、ってちょっとこうドキッとした人多いのではないでしょうか？これね、無意識にやってしまう人たくさんいると思うんですが、でもね、これをやってしまうと、なんだろう、このむずがゆさ。なんかこの絵見てらんないって見ている人になんかね、こう、かゆさを誘発してしまうんですよね。これを僕は構図がかゆいって呼んでいて、こうならないようにね、日々注意してるんですね。画面の端を擦らない。では解決法は何なのかというと、はい、簡単です。線で画面端を擦らないことですね。画面端を擦らないを意識して今の絵を修正すると、これがこうなります。ポイントは大きく分けて2つです。1つ目はこの頭の部分。ここはですね、画面内に収まるように下に下げて頭の線が画面端から離れるようにしました。はい。もう1点は肘の部分ですね。ここはあえてですね、外側に張り出させて画面から見切れるように調整しました。これでね、画面端を擦ることは避けられます。はい。あともう1点ですが、今言った2点の複合技ですね。はい。炎の部分です。炎の部分は画面内に収めましたが、それだとちょっとこう、こじんまりしすぎてしまって、迫力に欠ける。そんな時はこんな風に、画面に舞っている火の粉やパーティクルの表現。この部分を画面外にはみ出させる。これによって綺麗に構図に収まりつつも、迫力も同時に出せる。こういう風にね、部分ごとに使い分けることもできます。これね、最初にお伝えしましたが、めちゃくちゃ大事なポイントなので、ぜひ覚えておいてください。線で画面端を擦らない。今日これだけ覚えただけでもね、絵のレベルめちゃくちゃ上がっちゃいますからね。ツールを利用しない。デジタルを使って描いている人の中で、この機能は使わないようにしているっていう人意外と多いと思うんですよ。僕もね、そうだったことがあるので、気持ちはね、めちゃくちゃわかります。次に紹介する NG コードは、使えるツールを使わないです。特に僕、大学生の時にですね、レイヤー機能を使うなんてずるい！レイヤーは1枚で描くぞっていうね、こう謎のこだわりがあったんですよ。でもこれはですね、せっかくパソコンっていう便利なツールを使ってるのに、なんてもったいないことしてるんだって思います。これなんで使える機能を使うことを躊躇するのかっていうと、原因がですね、ズルしているみたいで気持ち悪いって自分に枷をはめている。あるいは、なんかそのことを人に指摘されるんじゃないかっていうね、不安から来るんだと思います。でもね、このこだわり、全く意味ありません。はい。意味ありませんね。なんでかっていうと、作品を見ている人にとって大事なのは、あなたがどれだけ優秀な能力を持っているのかではなく、あなたの作った作品を見たいからなんです。はい。僕はですね、そのことに気づいてから、なんてバカバカしいことしてたんだって心底後悔しました。これ例えるとですね、せっかくスプーンを使ってスープを飲もうとしてるのに、いや、そんな大きい部分使って飲むのずるい。この手で持っているこの反対側を使って飲むべきだ。みたいな意味不明な行動している人に近いんですよ。そんなの滑稽でしょ？普通にスプーン使いなよって思いますよね。ツールをうまく利用しよう。はい。まず最低限やってほしいのは、レイヤー分けですね。僕がおすすめなのは、レイヤーグループを使うことです。これならですね、レイヤーグループの中で、レイヤーをたくさん分けたとしても、ごちゃごちゃにならずに、キャラクターはキャラクター、背景は背景で、こん
な風に移動したり、拡大縮小もできますからね。僕はね、このレイヤー分けをしなかったせいで、最初の仕事の時はね、ひどく苦労しました。キャラクターを描き直すたびに、その下にある背景も描き直さなきゃいけなかったからです。もうあれだけはね、ゴリゴリですね。そうならないためにも、レイヤー分け最低限しましょう。あと便利なのは、歪みツール。顔の形やデッサンを直すときには、もうこれなしでは不便っていうくらいこの歪みツール使えますよね。例えばこの絵はもうちょっと目を小さくして真ん中に寄せたかったって今になってみると思うんですが、そんな場合にでもこの歪みツールを使ってこんな風に変形をかけて必要な場所にパーツを移動して、はい、これだけで修正完了です。書き直すのはね、時間がかかっちゃいますから、これを使わない手はないですよね。あとこれは使うかどうかはわかりませんが、写真とかリアル風の絵にはこんな風にも使えますよね。顔歪みフィルター。フォトショップが自動で顔を認識して、こんな風に目、鼻、口、パーツごとにぐにゃーってね、調整できちゃうっていうツールです。はい。面白いでしょ？こんな風にデジタルならではの便利な機能がたくさんあります。これ知ってるだけでね、気軽に使えてしまう便利な機能なので、ぜひ使いこなして、あなたの絵の魅力をパワーアップさせちゃいましょう。絵が痩せて見える。絵が痩せて見える。この言葉だけ聞いてもね、ちょっと何のことかわからないかもしれませんが、はい。こういう絵です。画面全体が青系統の色で覆われてますね。こんな風に画面全体を単一な色相のみで構成してしまうと、なんかまとまってるんだけどちょっと物足りないなってね、どことなく絵のイメージが膨らまないような感覚になってしまうことがあります。これをですね、僕は絵が痩せると呼んでいます。もちろんね、コンセプトとして単一色でまとめると決めている絵だったり、そもそも色が使えない場合は、この限りではね、ないんですが、そういう場合はね、別のところで絵の魅力を足している場合が多いです。でもですね、特に単一色でまとめるというコンセプトや狙いがない場合には、次のテクニックを使うことで、絵が痩せることを防いで、逆にイメージがどんどん膨らむ。そんな色使いをすることができます。それは、補色を入れよう。はい。補色を取り入れるという手法です。補色とは何か？お絵描きソフトでよく見るカラーサークルで説明すると、黄色に対しての紫、緑に対しての赤、青に対してのオレンジといった風に、カラーサークルの真反対の色のことを補色と呼びます。このね、真反対の色同士を画面の中でドーンとぶつけ合うことによって、見ている人に色の響き合い、ワクワクするような感覚を持ってもらうことができます。でもね、あまりにもサイドが高い色同士をぶつけ合ってしまうと、いわゆるハレーションと呼ばれるような、目がしばしばするような効果をもたらせてしまうので、それはね、注意なんですが、補色対比を使う場合には、少しだけサイド、鮮やかさをね、ちょっと下げてあげると、あんまり強いハレーションを起こさずに済みます。また、もともとサイドが高い絵の場合には、逆に無彩色。サイドがね、全くない色を意識的に織り交ぜることで、補色対比と同じような効果をもたらせることができます。これなぜかというと、無彩色は隣り合った色の補色に見えるという効果があるからです。これはね、ちょっと上級テクニックなんですが、覚えておいて損はないと思うので、もしサイドが高めな派手な色を使うことが好きな人は、覚えておくと役に立つと思います。見栄えがしない。はい。見栄えがしない。なんか致命的な問題のように感じるかもしれませんが、はい。その通りです。今から紹介する失敗例は、今回紹介する失敗例の中でも、おそらく一番絵の見た目に影響します。これができてないと、あなたの絵に対する周囲の反応の数は著しく下がってしまう。そのぐらい大きな問題なので、ぜひここはね、集中して聞いてください。例えば、このイラストを見てください。こちらはね、以前僕が描いたワンドロの絵をちょっとだけ加工して見栄えがあえてしない状態にしたものなんですが、どうでしょう？なんとなくしらっちゃけたような、なんかね、こう、眠たい絵に見えませんでしょうか？女の子が描いてあるし、猫耳だし、なんか後ろにね、可愛い猫ちゃん描いてあるのに、なんかこう、心にガツンと響かないような、見栄えがしない感じ、お分かりいただけるのではないでしょうか？こうなってしまうと、見ている人は軽くその絵を素通り、X などでこの絵を見かけたとしても、引っかからずにスクロール。当然ね、いいねはもらえません。そんな重大な失敗をしてしまっているんです。では、この絵の何がそんなに問題なのか。それはですね、コントラストをつけよう。はい。コントラストが弱いこと。これがこの絵の最大の問題です。コントラストとは白黒の明暗の差のことですが、明暗差が大きいことをコントラストが強い。逆に明暗差がついていないことをコントラストが弱いと言ったりします。そしてこのコントラストが弱いこと。これがですね、絵にとっては非常にマイナスに働くことが多いです。
なぜかというと、色はですね、さっき紹介したように、反対色をうまく織り交ぜる補色対比や、グレーをうまく絵の中に組み込むサイド対比があるんですが、それよりももっともっと目にダイレクトに訴えかける、効果の高い視覚効果があるんです。それが明暗対比なんです。明暗対比は非常に効果が高いです。どのぐらい効果的かっていうと、もうこれはですね、暴力的だと言っていいぐらいですね。例えばこの画像を見てください。はい。ほとんど白い背景と黒い点に見えますよね。結構色感がいい人は、この時点ですでに紺色に見えていると思うんですが、これ何も言わずに見ると、割とね、黒に見えちゃっている人も多いと思います。でもですね、こうするとどうですか？はい。同じ色なのに、こっちははっきりと紺色だって認識できますよね。そうなんです。細かい色相の差なんてぶっ飛ばしちゃうぐらい明暗差。つまりコントラストは人間の目にそれだけダイレクトに訴えかけてくる視覚効果なんです。そんな大事なコントラスト。これがうまく使えてないとですね、補色？サイド？もうそんなのは関係ないぐらい見栄えが悪く感じてしまうんです。じゃあ絵を描いていて途中でコントラスト弱くなっちゃったって気づいたら、それもうおしまいじゃん。パワワワワって思ったあなた。大丈夫です。安心してください。デジタルツールはですね、こういったコントラストの調整に便利なトーンカーブという機能があります。はい。Photoshop で言うとこのボタンを押してトーンカーブの補正レイヤーを作ります。調整の仕方は非常に簡単です。まずは真ん中に点を打ってください。そしたらその点の左右にも一つずつ点を打ちます。そしたらですね、左側の線を下に引っ張りましょう。そうするとイラストの暗い部分がより暗くなりましたよね。なんだか絵が引き締まった感じがします。さらに右の点を今度は上に引っ張り上げましょう。そうすると明るい部分がより明るくなったのがお分かりいただけると思います。イラストに鮮やかさが加わったような感じがしますね。ほら、画像を見てみてください。さっきまでは白くもやーっとしたイラストでしたが、黒がより暗く、明るい部分がより明るく調整されたことで、見た瞬間に、おってね、興味が引きつけられる絵に変化したのがお分かりいただけると思います。そのためには、コントラストを意識してイラストを描くこと。そして途中で失敗に気づいても大丈夫。そんな時は、トーンカーブの調整画面を開いて、こんな風にカーブを緩く S 字にすることで、コントラストを強く調整することができ、人の心をがっちりキャッチできる、見栄えのいいイラストに調整することができちゃいます。覚えておいてくださいね。いいパソコンがあれば、うまい絵が描ける。これはですね、僕が主に高校生の頃、強く思い込んでいたことなんですが、一言で言うと、機材に対する過大評価ですね。僕は高校生の頃ずっと、僕が絵が下手なのは、使っているパソコンが悪いからなんだ。いいパソコンを手にすることができれば、今よりも格段にうまい絵が描ける、と思い込んでいました。で、冷静に考えればね、そんなことは絶対にないってわかるじゃないですか。でも意外とこれですね、実際にデジタルで絵を描いてみて、自分の思い通りの作品が描けない瞬間を味わってみると、どうしてもね、自分以外の何かのせいにしたくなっちゃうものなんですよ。で、その責任転換の矛先が、パソコンとかね、機材に向かいがちなんです。僕もですね、まさにそのパターンで、バイトをたくさんしてね、苦労していいパソコンを買うために、一生懸命ね、働きました。でね、やっとの思いで、最新機種に切り替えて、意気揚々と絵を描いてみるわけじゃないですか。でもね、いやもう、何も変わってないんですよ、絵が。いや確かにね、線を描くスピードとか、そういう部分は格段にアップしますよ。それはね、処理速度が上がるわけですからね。でもね、絵を描かずにバイトしてたわけですから、絵の能力そのものはね、全然向上してないんです。下手くそなまま。だからね、当然なんですが、パソコンが良くなったところで、滑らかに素早く、下手くそな絵が出来上がっていくだけなんですよね。いや考えてみれば当然のことなんですけどね。機材のせいにしない。いい機材があれば、いい絵が描ける。というのは、ほぼ幻想です。いや例えばね、スマホで今描いているのであれば、スマホから大きなタブレットにするっていうのは間違いなく効果が高いとは思います。でもね、スペックの良し悪しは、あんまり絵の良し悪しには直結しないと思います。今の時代はね、僕が高校生の時とは違って、ネットで価値ある情報をタダで手に入れられる時代ですし、デジタルイラストを描くための機材もね、格段に手に入れやすくなりました。なので、機材投資に必要なお金って、そもそもそんなに必要ないですし、自分から学ぼうと思ったら、好きなだけタダで学んで、その学びを自分の能力に変換できてしまう。素晴らしい時代だと思います。バイトするにしてもね、最短で必要な額を貯めちゃう。もしくは、親に借りられるのであれば、もう迷わずそうしちゃう。あなたが10代、20代なのであれば、なおさら、その若い時の時間って帰ってきませんから、僕と同じようなね、失敗をしないために、自分の生活、ちょっとだけね、見直してみてくださいね。ときめかない。
ときめかないなんて聞いちゃうとね、ちょっとね、泣きたくなっちゃうような感じがすると思うんですが、はい。例えばこのイラスト見てください。そんなにね、悪いイラストではないと思います。形も整ってますし、目立ったね、デッサンの狂いもありません。だけどなんかときめかない。キュンとしない。そんな状態になってしまった経験がある人、意外と多いと思うんです。僕もですね、キャラクターイラストを描き始めた頃、特にね、この問題に悩まされることが多かったです。整えても魅力が出てこない。可愛くなんない。ね、どうして？もうね、誰か助けてって感じだったんですが、キャラクターイラストが得意な人にデータを見せてもらったり、その人の描き方を見ていて気づいたんですよ。というかね、当時の僕からしたらすごく衝撃的でした。絵がときめかない時の解決策。それはですね、顔だけ厚塗りする。はい。顔だけ厚塗りすることです。いや、これ結構びっくりじゃないですか。特にね、僕の色の塗り方って、大体の場合はこんな風に、はっきりと色面を割ったアニメ塗りなんです。なので当然、顔の中身もしっかりはっきりシンプルに色面を分けてきっちりとアニメ塗りしてません。いや、全然してないんですね。むしろ顔の中身のパーツは厚塗りに近いんです。上から幾重にもね、塗り重ねを行ったり、何度も形を修正しながら、ペタペタ厚塗りしてるんです。なぜそんなことをするのかというと、要するにそうやって顔の中身だけ情報量アップしてるんです。人間ってですね、人の表情をよく見ます。顔が良ければ、多少ね、その他におかしいところがあっても気にならないぐらい、その絵のことが好きになっちゃいますし、逆にですね、その他の部分がすごくよく描けたとしても、顔が気に入らなければ、その絵のことはあんまり好きにはなれない。そのぐらいですね、顔のパーツは重要な部分です。そんな重要なパーツなわけですから、他の部分と情報の質、量、同じでいいわけがなくないですか？実際僕が観察したキャラクターイラストの第一線で活躍している人たち。もうね、嫌がられるのを覚悟で、その人たちが絵を描いている姿。僕はね、後ろからじーっと眺めていたことがありました。そしたらですね、これね、どんな絵柄かに関わらず、顔の表情を描くときだけね、皆さんひたすら、ペタペタ、まつげの部分だけ異常に塗り込んだり、ちょっとした線のニュアンス1ミリずらしたり、その細かい作業をですね、1時間以上繰り返してるんですよね。他の部分はアニメ塗りなのに、いやもうそこだけそんなに書き込んだら違和感出るんじゃないって思うじゃないですか。いやもう全然そんなことないんですね。むしろその情報量の差が心地よかったりもするんです。例えばこちらはさっきの絵を簡単にですが、顔の部分だけ厚塗りをして情報量を足してみました。はい、いかがでしょう？さっきのと比較してみると、ほら、顔の書き込み量が増えたのに伴って、キュン。なんかこう、引き込まれる感じがアップしたのがわかるでしょう？このように、絵柄に関わらず、顔の書き込みは厚塗りして情報量をアップすること。これによって、イラストにときめきをプラスすることができちゃいます。はい。これ大事なポイントなので、覚えておいてください。未完成のまま放置。僕がですね、何よりも後悔していることがあります。それがですね、大量の未完成作品、ラフスケッチたちです。僕はですね、若い頃、スケッチブックをいつも持ち歩いて、そのスケッチブックにね、落書きしてました。そのこと自体はね、すごくいいことだと今でも思うんですが、スケッチブックに書く気軽さからね、なかなか抜け出せずに、そこから作品を完成させるっていう段階に進むことがね、ちょっとおろそかになってしまっていたなぁと、今になってめちゃめちゃ反省してます。今見せているこれは、当時のスケッチブックの絵なんですが、こんな感じでね、楽なね、アイディア段階として止まってしまっています。続きは書いてないんですね。今見せた4枚なんかは、ちょっとホラーで怖い、どことなく可愛い雰囲気のイラストのアイディアで、これはこれでね、シリーズとしてまとめたらいい感じの連作になりそうな気がするんですが、ちょっと当時はね、そこまで考えてなくて、頭の中でもやもやとね、どうしたらいいのかなみたいな感じでね、ぐるぐる考えてました。当時は電車の中で絵を描くことも多かったのもあって、電車の中のシーンを描いた落書きが多いですね。これを描いていたのが、多分ね、22、3歳だったのかなと思います。あとはこんなのとか。アイデア自体はね、もうちょっとちゃんと考えてれば作品になりそうだなっていうのも今見てもちらほらあるんですが、その当時はね、この先に進むエネルギーがなんかこう湧いてこなくて、これはね、ボールペンでザザザっと書いてるんですが、ほとんど完成まで至ってないのがちょっとね、口惜しいですね。あとはね、一応色をつけてみたものもあるんですが、なんでそれに色つけたのっていうぐらい適当なものも多くて、こういうおじさんが走ってる絵とかね、あとはちょっとなんて言っていいのか迷うんですが、
なんだろう、この死んだ目をした男の人の顔とかね、かなりね、その場のノリだけで描いた絵が多いのが伺えます。ここからはね、書き込み量という意味では、もう少しだけ、完成度が上がっている絵ではありますが、相変わらず取り留めのない感じがすごいというか、絵を描く動機としては、その日に思いついたイメージをただただ描いてみる、といった意味合いが強かったように思います。なんか、これは結構好きですね。優しい電子レンジ君の絵。ほっこり。はい。これは、ちょっと完全に謎ですね。連作にすることを考える。で、今見返してなぜこうも完成させられないのか、途中で投げ出してしまっているのかというと、大きな原因はですね、作品に一貫性がないことだと思います。さっきもね、ちらっと言いましたが、僕がこういうスケッチをしている時の動機を思い返してみると、もうその時に見たものとか、パッと思いついたものをただただ反射的に紙に書き写していただけなんです。それ自体はね、発想の種としてはすごくいいんですが、ここから作品に昇華していく時には、さらにもう一段階、こういうスケッチを俯瞰して眺めてみて、この4枚はなんか同じようなものを表現しようとしてるな。ちょっと怖いんだけど、でもその一方でちょっと可愛いような、そういう絵が僕は描きたいんだな。じゃあこの4枚を連作にしてみよう。といった風に、作品単体ではなく、一連のね、連作として考えて、作品に一貫性やテーマを与えてあげることが必要だったなと思うんです。そうした方が、作品を完成させるための強い動機につながりますし、作品を並べた時の見栄えも格段に良くなるからです。もうなんならね、同人誌にしてまとめるっていうことを先に考えてから書き始めるっていうのもありだったと思います。僕はね、長らく企業案件を中心に考えて活動してきましたから、あんまりね、同人誌にまとめるっていう発想がないまま今までやってきました。でも今になって考えると、結構ね、それが一番後悔かもしれません。もっともっと連作を作って、同人誌を作るべきだったかもしれないなって思います。感想をもらえない。X に投稿しても誰からも反応がもらえないんです。感想がもらえないんです。という声をよく聞きます。でもそういう人の絵をよく見てみると、でもこれは確かに感想もらえないかもって思うことがあります。いや、これですね、別に絵の技術云々の話じゃないんです。これなんでかっていうと、さっきの話と繋がります。はい。作品が未完成だからですね。もしくは作品が未完成に見えるからです。絵の感想を言うのって、これ言う側になってみるとわかるんですが、結構ね、気を使うんですよ。ここがいいですね。って感想を言ったとしても、絵の途中段階でその感想を言ってしまったら、でも本人が意図してなかったらどうしようとか心配になってしまう人も多いかもしれません。本人から求められて、ここもうちょっとこうした方がいいかもってアドバイスをしようにも、その絵がね、未完成だと、でも今からそうするつもりかもしれないし、余計なお世話かな、なんてことが頭をよぎってしまって、感想をね、言いづらいんですね。このように作品が未完成だと、見た人は感想を言いづらいということが起こりがちです。そんなことないよ。俺はきちっと完成した作品を出してる。でも感想が全然もらえないんだよ。と思った方、要注意です。これはもしかしたらきつい言い方になってしまうかもしれませんが、いいですか？よく聞いてください。あなたの作品、あなたは完成させたつもりかもしれませんが、周りからは未完成の作品だと思われている可能性が高いです。あなたの意図に反して、周囲の人からはあなたの作品は未完成だと思われている。だから、さっきも言ったように気を使ってしまって感想が言えない。そんなギャップがあなたと周りの人とで生まれてしまっている可能性があります。はい。こういう場合はですね、簡単な解決方法があります。それは、1枚に10時間かけてみる。皆さん、1枚の絵にどれだけ時間をかけてますでしょうか？ 1 時間ですか？ 2 時間ですか？ 3 時間？ 4 時間？おそらくですね、人それぞれ差があると思うんですが、僕から見て、この人、完成させたら魅力的な絵になるのに、そんな風に思う人の絵はですね、これってどのくらい時間をかけたんですかって本人に聞いてみると、だいたい1時間か2時間。長くて4時間程度が多いと思います。もちろんですね、絵を描き慣れている人だと4時間で仕上げることは不可能ではないと思うんですが、それでもね、相当急いだ場合ですね。僕らプロの感覚からしても、4時間ってですね、結構早いです。というか正直なことを言いましょう。例えば同業のイラストレーターさんがキャラクター1体描いてある絵、X にアップしたとしましょう。軽い背景も描いてあるような絵です。これってどのぐらいの時間をかけて描いてるんですかって言われて返ってきた答えが、だいたい6時間程度ですね。って言われた時の感想はですね、6時間早くないですかっていう感想です。
はい。内心ビビります。そうなんです。プロからしても1枚6時間は普通にかかります。というか6時間ですら超早い。そういう時間感覚なんですね。プロでさえそのぐらいの時間がかかるわけですから、絵をそこまで描き慣れてない人は単純に考えてそれ以上時間がかかると考えて妥当だと思います。なので僕がおすすめするのはもう単純。一度ね、1枚に対して10時間時間をかけてみてください。10時間もかかんないよっていう人は逆にね、10時間かける方法を探してみてください。今までね、色を塗ったことがない人は色を塗ってみるでもいいですし、鉛筆の線で描いていた人は線をね、こうきちっとペン入れをして綺麗に仕上げるでもいいです。もう線を綺麗に描くだけでもね、まあ余裕で2時間はかかりますからね。今まで大雑把に描いていた部分をもう少しだけ細かく描き込んでみるでもいいでしょう。とにかく一度時間をかけてみて、少なくとも10時間は1枚に費やしてみてください。おそらくね、それを実行してみるだけでも完成度が飛躍的に上がって、なんか今回は力作だね。すごい絵じゃん。この絵好き。なんてね、声をかけられるかもしれませんよ。お知らせです。動画販売サイト Vimeo にて1ヶ月で絵が上手くなる動画、イラスト上達プログラムが販売中です。初心者でも絵の下書きから完成までサポートする内容、そして中級者のための少し突っ込んだ内容、上級者のお悩みに答える内容など、15本の取り下ろし動画をセットにしたサブスクではない動画買い切り型になっております。プロの翻訳家による正確な英語字幕もついていますよ。全巻セットでなんと4500円。1本からでも500円で購入可能ですが、全巻セットで購入すると、なんとスペシャル特典として大人気イラストレーター作者2さんとの線の描き方についての対談動画まで限定でついてきちゃいます。気になった方は概要欄に URL を載せておきましたので、そちらからぜひぜひチェックしてみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。